ドスンとハズブロマーベルレジェンドマジック・ザ・ギャザリングスパイダーマンの紹介。マジック・ザ・ギャザリングというカードゲームとのコラボアイテムですね。ここにそのゲームでも使えそうなカードが同封されていますね。裏面を見ると今回のラインナップがありまして、スパイダーマンとマンウルフは買いました。マンウルフはレビューするかちょっと今は考えていますけども、でアイアンスパイダー MJ とエージェントアンチベノムは今のところ買う予定はありませんね。では開けていきましょう。よっしゃー。アートワークめっさかっこいいですね。よし、出てこい出てこい。ウェブヘッドとすいません。よし、かっこいいな。やっぱバトルダメージはよし。これは完全に新素体ですね。いいですね。よし、ではね、中身の方すべて取り出していく。はい、では取り出しまして、まずはカードから見ていこう。自分ね、カードゲーム全く刺さらないタッチでして、このマジック・ザ・ギャザリングもしっかりで、なので全然詳しくないんで、その辺ご了承のほどをお願いします。でもね、唯一めちゃめちゃハマったのがゲームセンターにあったワールドクラブチャンピオンフットボール。あれはやばかったですね。もうマジでプレイしまくった。給料のほとんどをつぎ込んでいたんじゃないかな。自分サッカー結構好きなんで、もう仕事サボって瀬川に入り浸りでしたよ。瀬川ってわかります？セガワールドのことね。今回のこのコラボアイテム、当然ね、カードの方がお目当ての方も多いでしょうから、ちょっとじっくり見ていきましょうか。今後ね、このカード欲しがる方と出会うかもしれないので、ちょっと未開封でいきますね。このアートワーク、さっきも言ったんですけど、かっこいいですね。カードゲーム刺さらないとは言ったんですが、こういうね、アートワーク見るのはすごい好きですね。カード上部にはこのカードの名前であろうスペクタキュラースパイダーマンとありますね。これアメイジングじゃないんですね。でその右隣にある1という数字、これなんだな。これレアリティかコストかな。でもコストとすればスパイディ1で呼び出せるの。でさらにその右隣にあるマーク、これは所属か種族かなんかでしょうね。すいません。カード好きな方ならすればお聞き苦しいとは思いますが、すいません。全く知識ないんで申し訳ない。で、その下には、レジェンダリークリーチャー。クリーチャーカードなんかね、スパイダーヒューマンヒーローとあります。で、さらにその下には、これ多分カードの効能でしょうね。いろいろ書いてありまして、この右隣にある3分の2っていう数字、これもなんか意味あるんでしょうね。なんでしょう。順調な感じ。裏面の方は注意書きがいろんな言語で表記されているカードがあるので、ちょっと見えないですね。よし、では自分は生粋のマーベルレジェンダーなんで、お目当てのマーベルレジェンドのスパイダーマンを見ていこう。でね、自分ね、昔からね、フィギュアでバトルダメージと呼ばれるものがすごい好きで、それこそね、こちら。これはマーベルレジェンドのウルヴァリンなんですけど、ちょっとカスタムしたやつになりまして、このマスク、破れて髪の毛が見えている、いわゆるバトルダメージ仕様なんですね。これはね、サイクロプスとジーンとの3パック版に付属した交換用ヘッドなんですね。でもね、その時の胴体は普通のウルヴァリンのそれで、コスチュームの破れとかなかったんですね。そこに違和感があったので、胴体を分解して、上半身はウェポン X の頂戴していただき、組み合わせて、さらに下半身にウェザリングを施したものになって、結構様になってめっちゃ気に入っているものなんですね。これくらいバトルダメージバージョンというのが好きでして、今回のスパイダーマン、ご覧の通り、スーツの各部が破れた、まごうことなきバトルダメージバージョン。これいいですね。コミックでもこういう状態になることが多いんで、全然不自然さは感じないですね。しかしね、やはり今回もスーツのウェブパターンは塗装。ここね、モールドにしてほしいんですが、それはそれでコストが上がってしまいそうなんで、塗装がベターでしょうかね。では他のスパイダーマンと比較してみましょう。今手元にあってすぐ出せるスパイダーマンを適当に持ってきたんですが、こちらはクラシックパッケージのスパイダーマン。こちらは近年発売されたマキシマムシリーズのスパイダーマン。
で、今回のやつね、細部見ていたんですけど、完全新素体ですね。流用箇所はないと思います。頭部を見てみましょう。各部戦闘によって破れた感じを再現していて、かっこいいですね。右エラからは地肌が露出していて、破れをこれちゃんと造形で再現してありますね。で、左側頭部からは髪の毛が垣間見える。これ別パーツですね。いや、これは新鮮味があっていいですね。上半身、左腕上腕二頭部分に2箇所の破れ、そしてどんな攻撃を受けたのか分かりませんが、右肩から前腕にかけて丸々スーツがなくなっています。肩と上腕二頭部分にそれぞれ2箇所の裂傷、傷も造形された上に塗装。右肩から連なり胸部にも及んでいるスーツの破れ、右胸部に2箇所の裂傷、ここは塗装のみかな。破れて垂れ下がった感じを造形で再現してあって、ここも素晴らしいですね。これはリザードかベノムあたりに負わされた傷かな。左太ももが後ろまで大きく裂けている。ここに傷はありません。肌は塗装ですね。右太ももは破れは1箇所なんですが、裂傷は2箇所あります。すね部分に大きな破れ。ブーツ、左右どちらも至るところに破れがありますね。スパイダーマンのヴィランたちはどれも強力でして、このようにそのヴィランと絡めてあげると、バトルダメージバージョンが活かされて雰囲気上がってめっちゃいいですね。ドクターオクトパスと絡めるとさらに映えますね、このバトルダメージバージョン。いやーいいわ、これずっと遊んでいられる。ちなみにこのドクターオクトパスはシルクとの2パックのやつで、これもちょっとカスタムしていて、ドッグオックの代名詞であるこのロボットアーム、これ元からついているやつは全然動かなくて全く遊べなかったんですね。なんで100均のスタンドライトのフレキシブルアームを本体に穴開けて原作よろしく移植したもの。交換用頭部の素顔ヘッドを見てみましょう。こちらもかなりダメージを受けていて、至るところに傷が造形されています。特にひどいのがこの左目、強烈な衝撃を受けたのか大きく内出血し腫れ上がっていますね。眼球も大部分が内出血。こちらは結構前に発売されたクレイブンとの2パックのブラックスパイダーマンに付属した頭部。最初これのリペイントかなと思ったんですが、今回のやつ全く別物ですね。可動範囲いきましょう。まずは頭部、上はここまでで、うつむきなんですけど、ここまでというかほとんどできないんですよね。外すとこのような感じになっていまして、全く前にはいかないんですね。これ仕様なんですかね。お湯ポチは一応したんですけど、全くうつむきができないんですね。これ癒着してるんですかね。ぐるりと一周できて、傾きもそこそこ取れますね。肩バタフライ機構がありまして、これぐらい動きまして、横へはこうでぐるりと一周回って腕の付け根で回り、バイセップスがあって肘がピンレスの二重でここまでで、手首はこのような可動ですね。胴体の方、接続箇所は胸と腰ですね。腰は縦軸のみ、横はありません。それを踏まえて後ろへはこうで、うつむきこうで、胸でぐりぐり動きますね。で、股関節に引き出し機構があって、これぐらい引き出せます。引き出した状態で前はこうで、後ろへはこうで、ぐるりと一周できますね。股割りできて、ももにロールがあって、膝がピンレスの二重でここまでで、ブーツにロールあって、足首後ろへはこうで、前はこうで、傾き取れてつま先可動はあります。交換用手首パーツは開き手が左右分とウェブショットの手首が左右分、そしてウェブシールド、これはマキシマムにも付属したやつですね。でウェブスイング、
これは初めて見るかな。どっかで見たことあるような、ないような。ウェブスイングが1本だけ不足。はい、では終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。